普段仕事をしていて、目の前の困りごとを解決したいけど、どこから手をつけたらいいのかわからないといったことでお悩みのことはありませんか？今回の動画では、思考の整理に役立つ考え方として、原因と結果の一覧図を紹介します。具体的な事例の前に、まずは前置きの説明をします。基本的に物事には何か原因があって結果が生じます。原因と結果というのはあくまで相対的なものであり、一度出た結果が原因となり、その結果が生まれることもあります。その結果が原因となり、そのまた結果が生まれるというように、物事はどんどんつながっていきます。このように原因と結果の関係をつないでいくと、物事が整理しやすくなることがあります。同じことでも、一番最後の結果を元にして原因をたどっていくという見方もできます。原因からスタートしても、結果から遡っていっても、考え方としてはどちらでも OK です。また、鶏と卵の関係のように、この図のように原因と結果がループすることもあり得ます。さて、前置きはここまでにして、具体的な事例の説明に移ります。ある工場の赤字についてのお話です。ある工場では、ここ数年赤字が止まりません。有名企業出身のコンサルタントに見てもらっても赤字は治らない。いや、むしろますます赤字がひどくなっている。みんな目の前のことには必死に取り組んでいるのに、なんでだろうと思っているとします。より詳細なことはここでは割愛しますが、この工場で起こっていることを原因と結果の一覧図で示すと次のようになりました。一目見て全てを理解するのは難しいので、詳しくはこの後順に説明していきますが、全体的に言うと、やりすぎた小ロット化推進が赤字の原因になっていたというお話になります。まず、年々少量多品種の受注が多くなっていく中、在庫は悪との意識から必要以上に小ロット化が推進されていました。その結果、機械の段取り替えの回数がどんどん増えていきました。段取り替えが多くなると、機械の稼働時間は下がります。段取り替えの時間の短縮化も同時に進められればよかったのですが、限られた敷地面積の工場で増築するなどの資金余裕もなく、段取り時間の短縮には限界がありました。機械の稼働時間が下がった結果、工場の生産能力は低下しました。受注は今まで通り来ていたため、生産能力が低下すると、時間あたりの工場への負荷は大きくなります。一定程度以上の段取り回数となった際、工場には大きすぎる負荷がかかっていました。そうなると、残業を増やそう、内政ではとても賄いきれないから外注化しようといったことになりました。それぞれ経費の増加や外注費の増加につながりました。同じ売上でも費用が増えれば利益は減ります。費用増加の結果、工場は赤字になっていました。赤字の結果、経営陣も改善活動に意識が向きますが、どこかのコンサルタントの在庫は一概に悪という言葉を盲信して、ますます小ロット化を推進してしまいました。そうすると、さらに段取り回数が増加し、工場の生産能力が低下し、残業が増え、経費などが増し、ますます赤字になってしまうという負のループに陥ってしまっていました。このような状況の中、
この工場はどのようなことをすればいいでしょうか？原因と結果の一覧図で工場で起こっていることを理解した工場長が真っ先に取り組んだのは、ロットサイズを大きくすることでした。小ロット化しすぎていた製品を元のロットサイズに戻すことで、段取り回数は昔程度まで減少しました。段取りがいが減ったので、機械の稼働率も上昇し、工場の生産能力も向上しました。その結果、工場への過負荷も解消されます。結果、残業が減り、内製化できる余地も生まれ、経費や外注費は減少しました。それらの結果、赤字も解消していきました。このように、原因と結果の一覧図で全体像を把握した後に、全体から見ると部分であるロットサイズを変えることで、結果として赤字解消という目標を成し遂げました。次の事例として、資材の手配遅れの例を見てみましょう。必要な資材がいつも不足している。いつも目の前の仕事にバタバタしている。トラブルが日常茶飯事で他部署との仲があまり良くないといった資材部門の話となります。この事例も原因と結果の一覧図で示してみると、次のように整理できたとします。これも原因と結果の関係がループ構造になっており、鶏と卵のような関係性となっています。順番に見ていきましょう。まず、生産管理ソフトの在庫数が不正確ということがあります。生産管理ソフトは製造部門の各課及び資材部門など各グループ間で共通して使用されているものです。その在庫数が不正確であったら、例えばソフト上は100個あることになっているけど、実は現物は80個しかないというようなことになっており、工場で実物を扱う製造部門の社員と、事務所で所要量などを計算する資材部門の社員で、認識に齟齬が出てきます。生産管理ソフトの在庫数があまり頼りにならないことを知った資材担当者は、ソフト上のデータを信用しなくなり、結局、勘と経験に頼った資材発注となっていました。そのため、ところどころ必要な資材の発注不足が発生し、必要資材の遅れが生じていました。一方、工場の生産現場では、例えば、今日入ってきた材料を今日中に加工しなければならないというような状況に追い込まれ、単納期生産を強いられることもままありました。そのため、工場現場から資材課に、この部材はいつになったら入荷されるんだ。この製品はとても納期には間に合わないから、納期調整してくれ、といったような問い合わせが増加します。一件一件対応していくと、資材化もどんどん時間を奪われていきます。そのため、定期的に行うべき生産管理ソフトのメンテナンスができていないような状況となっていました。また、単納期生産を強いられている工場の生産現場では、必要最小限の製品を作ったら、次の製品作りのために段取り買いを行う必要がありました。そのため、段取り回数が増加します。1日の間に同じ機械でも何度も繰り返し段取り替えを行うので、生産現場は多忙となります。そのため、工場における生産管理ソフトへの生産実績の入力は後回しとなっているような状況でした。今まで見てきたように、生産管理ソフトのメンテナンスが不足していたり、工場での生産実績入力が後回しになっていたりすることで、結果として生産管理ソフトの在庫数が
不正確になっていました。このような流れで負のループができていたことが分かりました。この負のループを断ち切るには、ループのどこかを変えなければなりません。今回の例では、生産管理ソフトのメンテナンスを定期的に実施することと、工場で生産の都度実績入力をすることを徹底することにしました。それらの結果、生産管理ソフトの在庫数がどんどん正確になっていきました。結果、課をまたいだ情報共有が可能となり、データに基づいた資材発注ができるようになりました。その結果、多すぎず少なすぎず、適切な時期に適切な量の資材が納入されやすくなり、工場では余裕を持った生産が行われるようになり、工場から資材化への問い合わせも減少、また段取り替えの回数も減少し、資材化、工場ともに時間的に余裕が生まれるという好循環になるという筋書きが考えられます。最後の事例として、製造部の目標設定についてお話しします。例えば製造部の中に加工課、組み立て課、資材課があるような場合を考えてみます。ここではあまり詳細については語らず、あくまで原因と結果の一覧図は部署の目標設定にも使えるものなんだということを実感いただければ十分だと思います。例えば今回の図では、会社としては利益を向上させることが大事。また、利益は売上引く費用で定義されるので、利益向上のためには費用が減少するか、売上がアップするかが大事という考えを起点にしています。その上で、費用減少のためにはどのような活動が必要か、売上アップのためにはどのような活動が求められているのかということを考えていきます。この図で言うと、上に書かれているものほど基本的に抽象的な事柄になっていますが、下に行くにつれて、例えば事項具の 2S など具体的な取り組み内容が書かれています。実際、新入社員などですと、2S 活動って大事っていうのはよく聞くけど、何のためにやるのかいまいちよくわからないと思っている人もいるかもしれません。そこで今回のような一覧図を使って説明すると、なぜこれに取り組まなければならないんだろうという疑問解消につながり、部内、社内のモチベーション向上につながる可能性があります。まとめです。この動画では思考の整理に役立つ考え方として原因と結果の一覧図を紹介しました。事例として工場の赤字、資材の手配遅れ、製造部の目標設定の3つを挙げ、それぞれ説明してきました。一覧図を作成することで、自部署と他部署のつながりも見えやすくなります。そのことで、今までは、この問題は他部署の責任だと思っていたことが、実は自分にも責任があるということが実感できたりすることもあります。他部署も含めて一緒に一覧図を作成してみることで、より明確な役割分担や助け合いを促すことができる可能性が出てきます。今回説明した原因と結果の一覧図を真の原因の追求、またチームワーク向上などに役立たせ、さらなる飛躍へと向かうことに利用していただけますと幸いです。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。